今日の話は、夢を叶えるっていうか自分の目標、その絵で食っていきたいとうとうもろもろね、実はですね実質倍率2倍なんじゃないかっていう話です。いやそれ嘘でしょってね。例えば僕がジブリに入った時はね90倍って言われてました。実質倍率2倍ってそれ嘘だろうってね。違うんですよ。ある人にとっては2倍なんですよ。ここの認識がそもそもずれてると多分絶対無理。逆に言うとそれさえやってれば多分2倍なんですよね。その差ちょっと話したいと思います。ある、シナリオっていうのかな、脚本の学校の、講師を先生をやってたんだって。課題を出したら2、30人いるクラスなんですかね。ちょっと大体想像するに5人ぐらいしか上げてこないんだって。実際問題その脚本っていうかシナリオを結局ですねやってくるやつそのぐらいしかいないよって話なんですよ。実質倍率5倍だし、さらにその中からちょっと勉強してちょっとシナリオの本勝手に読んでその通りに書いたらもうこいついいじゃん、気が利くじゃないかとっていうレベルになっちゃうんだよねみたいな簡単な話がですね、みんなやってないだけやりゃいいんだよって話をですねしてまして、僕もそのアニメの現場にいる時に僕が演出絵コンテやってたバスで、僕についてた制作進行の人が演出志望だったんですね。その人に僕言ったんですよ。自分の好きなアニメコンテに起こすといいよって。それをいっぱい繰り返してればコンテ書けるようになるから。でそれね岸本さんも全く同じ話してて、岸本さん自体もさらば愛しきルパンだっけ、20分のルパンを、脚本に起こしてたんだって。自分でその練習として映像を見ながら全部それを脚本に打つだけだよ。その通りにね。ただこれがめちゃくちゃ大事なんですよ。なぜかっていうとそうやって文字にしてみると初めて書いてる人その意図が分かるんだよね。作ってる人の気持ちになれるんですよ。これって模写だよね。簡単に僕いつも言ってるやつですよ。絵の模写を脚本とか絵コンテでも一番の勉強方法なんですよ。これが今プロで活躍されてる脚本家が本人言ってるんですよ。そしたら最初ねその制作進行の人ね楽しいっすねとかって書いてるんですよ。俺結構ポイントで言ったんですよ。これをちゃんと君はこの仕事中に書き上げられるぐらいだったら脈はあるだろう。書けないようだったら多分難しいかなって話をしたんですよ。彼は書き終わらずにねアニメ業界を去ってしまいました。半分は書き終わったのかなって。そういうことなんですよ。実際問題やってないだけ書いてないだけできてないだけで、それをやった人間の中からさあどうだろうが始まるんですよ。さあどうだろうが始まる時にはほとんど人いないから実質倍率2倍なんですよ。今日の話のネタバレというかもう誰一人残ってないんです。例えば20分のシナリオいきなり無給でお金をもらってないのに自分で勝手に面白いかなと思って書いてみました。あるいはそういうね人と会うってなったらじゃあ僕ちょっとシナリオ1本書いてきますわみたいな感じでそういうノリの人います？この放送聞いてる人で。じゃあ僕と会うってなったらじゃあちょっと1本アニメ作ってきますねみたいな。いないんですよそんな人。いやいます。過去にいました。僕2人ぐらい。田中正明君っていうめちゃめちゃうまいショートアニメ作る人なんですけど、ある説明会じゃないけど勉強会みたいなのの帰りに電車待ってたんですよ俺。そしたらその田中君が僕に話しかけてきたんですよ。ちょっといいですかお時間って言って、ちょっと見てほしいものがあるんですけどどうですかって言って、いいよって言ってそうじゃあちょっと近くの喫茶店にでも行きますかって言って、見せたいものって何って言って、これですって言って俺にですねアニメを見せてきたんですよ。その田中君、頑張ってんなって感じしました。でもちょっと素人っぽいなみたいな。でも俺びっくりしました。俺以外でそんなことしてくるやつ俺見たことなかったから実は僕もそれやってる人なんですよ。それを僕も全く同じことをアニメ業界とかアニメのサークルやってる時に全く同じことやってました。もう下手くそでも何でもいいからプロに見せていくっていう田中君っていうのはですね、その時当然ながらそんなプロほど上手くないですよ。ただ自分で一本、仕上げて僕に見せに来たわけですよ。それで結局彼はすぐウィットスタジオ入って作家とかやって今はショートムービーを作るすごい上手い人になっちゃいましたねそうっていう話なんです。はい。誰も最初から上手いやつなんかいないんですって。ただ一発目1本目作れる人っていうのがそもそもいないんですよ。だからその時点で 50% 以上の確率でその人はですね成功するのが保証されてるんですよ。あとは続けるか続けないか。今うまいなすごいなって言われてる人だって必ず下手な時期はあるんですよ。誰だってその自分の下手な時期を躊躇せずにもう当たって砕けるじゃないけどどんどん店に行く人
自分にちょっとでもプラスになること、吸収できることないかなっていうふうにすごいセンサーを張って張り巡らして行動しまくってるわけですよ。っていう人が結局は結果的に今活躍してるんですよ。やった分だけやっぱ上手くなるんだよ。人って行動した分だけですね、やっぱりね結果になるんだよ。逆を言えばですね、そうしてない人たちが90倍いるのかなわかんないけど、そのいわゆる評価のテーブルに乗ってる人たちっていうのは実はその段階でもう 50% ぐらいの確率で成功するんですよ。そもそもにしてその評価の土台にみんな乗れない、そこまで、自分で登っていかない。自分がめちゃくちゃ上手くないとプロに見せちゃいけないと思ってませんか皆さんっていうね。じゃないとなんか作品を作っちゃいけないと思ってませんか。採用試験を受けちゃいけないと思ってませんか。そうしてる人はですね、そもそも評価のテーブルに乗らずに終わるんですよ。評価のテーブルに乗ってる人たちの中になると実質2倍、ほとんどの人はそこに行かないで終わる。だから今日のテーマ、実質倍率2倍ってそういう意味なんですよ。今僕が話したいのはその評価のテーブルに乗る方法ですよ。漫画家で言ったらどういう風にすればいいんですかって言ったらですね、もしも新人賞が取りたいんだったら過去に取ったであろう新人賞とか短編を分析しまくって、それをもうページ単位で分析して、どんなコマがあって何ページ目に何やってっていうのを自分の好きな短編や新人賞を取った作品をとにかく完コピっていうのかな、もうマジで真似してくれと。とにかく吸収しようと、それを真似する。でそれを自分だったらどういう風に表現できるかっていうのをとにかく分析をしようと。それができたところから初めてゲームが始まるんですよ。はい、あなたの漫画は面白いですか、つまんないですかというですね、次の議論になるんですよ、ね。それができてない人ってね、簡単に言うとルールがわからないで、あなたこれからサッカーの試合に出ますよ、バスケットやりますよと同じなんですよ。それがねルールなんですよ、ね。アニメーターってこういう職業でこういう能力求められてて、それが、分かった上で準備できる人、これが要するにテーブルに乗った状態なんですよ。去年ね、ある人のアニメの仕事やったんです。そんな僕だって最初に久々にアニメの仕事やるってなった時どうしたか。まあ知り合いの演出コンテ作家の人ね、最近やった仕事ってどんな感じなんだろうってよく見て、ああじゃあ彼が求めるアニメーションってきっとこういうものなんだろうっていう風にして、その人の作品をとりあえず見ながら書く。それ一番いいでしょ。同じじゃないですか。今漫画の話と今のアニメの話全く同じじゃないですか。そこまで具体的に超実践的にチューニングしないとダメなんですよ。なんとなくボール投げてても絶対当たらないんですよ。大体ここら辺だよねっていう的あるじゃないですか。的をまずは定める。自分はどの的に投げたいのか決める。あとはひたすらそこに投げまくる。そもそも的がどこなのかわからないのにボールを適当に投げて、それ受け取ってください、僕それでなんか商売したいんでって、いやそれは無理じゃないかなってそれは無理です。的をまずセッティングしてちゃんとそこにですねしっかり定めて、あとはひたすらそこに、当てられるようにトレーニングをする。もうこれだけなんですよ、ね。まず自分がどのぐらいで投げられるか、打てるのかわからない。いやそれは無理ですね。でもほとんどの人がこれなんですよ。例えばジブリ試験って言ったらですね、トトロのドアップを書いてきてどうすんだって話なんですよ。いや僕トトロ大好きなんでみたいな、トトロ愛を僕のトトロ愛をわからないですかみたいな。トトロ愛はですねいらんのですよ。もうトトロ作んないしね。ジブリで求められそうな能力と言ったらですね、近藤義文さんっていうですねアニメーター、近藤さんが書いたふと振り返るというですね、画集があるんですよ。アニメージュで連載していた90年代に。僕そのふと振り返ると見ながら書いてたんです。近藤さんっていうのはやっぱトップアニメーターだったんです、ジブリで。群衆というのかな、例えば公園があってそこで家族がいて犬がいて散歩してる人がいてジョギングしてる人がいて、一枚なんだけれどそこにキャラクターたちのなんでしょうね、心情であるとかその動きだけで表現されているもの、これがジブリで要求されている能力なんだろうな、最初にとりあえずっていうのが僕の読みだったんですよ。読みだけは当たってたその後の動画マンとしては全然ダメでしたけど、最初はとても分析はすごく僕は的確だった。自分で言うのもなんだが完璧でした。傾向と対策だけは傾向と対策だけは完璧だったんだが、その後僕の技術は追いつきませんでしたがね。いやそういうことなんです。何を求められているかってことが具体的に合ってなければ意味ないんです。じゃあどうしたらいいのって、いや聞きゃいいんですよ。今だったら聞けるんですよ。自分が進みたいであろう道の先にいる人、
僕に足りないものは何ですかって、めちゃくちゃシンプルじゃないですか。で書き上がったら次に見せてみる、見せてみて何が足りないかを聞く。やっぱうまい作品を見ながら書く。一番自分が好きな売れてる作品を見る。何枚目何コマ目でこういうシーンがあって、何枚目でこういうシーンがあってって、もうパターンある程度決まってるじゃん、王道のレシピがさ。ある程度それをですね、まずやってみるしかないんですよ。まずそっからなんですよ。ただそれをやってる人ってやっぱりほとんどいないんですよ。そこまでやる人がほとんどいないから、実質倍率2倍なんですよ、ね。僕適当に2分の1言ってますけど、ほとんど 100% かもしれないです、人によっては。そこまでやればほぼ 100% 成功する分野もあれば、2倍になる場合もあれば、多分ジャンプぐらい厳しいところになると多分5倍とか10倍ぐらいかなって気がします。実際問題です。目指すプレイヤー数の数がやっぱ圧倒的に多いでしょ。でそこまで傾向と対策をしてるやつらだけで多分実質倍率10倍ぐらいはあるんじゃないかなと思います。それはその業界の成熟度や目指す人の数によって変動するんですが、そもそもみんな具体的にそこまでやる人がいないので、実は結構分野によってはかなりイージーゲームかもしれないよっていうことで、もうめちゃくちゃシンプルなんですよ。ちゃんと見ながらちゃんと書けって話なんですよ。実はね、みんなやってないだけなんです。ほとんどの場合はなんかわかんないけど怖いのか、そこまで持っていくのがめんどくさいのかはわからないんですけれど、やってないだけなんですよね。なんかでもこれ結構いろんな分野に言えるんじゃないのかなと思いますよ。そこまでやってる人って案外少ないから、なんかそこまでやってる人たちからしたらなんでみんなやんないんだろうみたいな感じで、なんか不思議だなみたいに逆に思うんじゃないかなと思います。安野さんは宮崎さんの絵コンテを見てたしな。ああそうですよ。宮崎五郎さんも宮崎さんのお父さんのですねコンテ見ながら描いてましたよ。ケズ戦記の時。そんなのみんなやることなんだって。ズルでも何でもないし、それが一番最初にやるべきことなんですよ。なんかね、自分が無理だって思い込んでるだけなんだろうなと思うね。僕大学が文京区だったんですけど、ちょっと散歩がてらですね東大に行ってみたんですよ。やっぱ東大の方がいいなと思った正直普通にここにすりゃよかったなと思って、なんで俺あんなしょぼい大学、まあいいや、しょぼい人の思い込みなんですよこれ。どうせ自分は無理だと思ってる段階で絶対無理なんですよ。だって受験しなかったら絶対入れるわけないんだもん。そこに行こうと思って目指したらですね 0.1% ぐらいの確率があるんですよ。だってね、東大入るよりジブリ入る方が難しいもん、どう考えても倍率だから何でもできないってことはないんです。ただそれのための準備を楽しくできるかできないかはあるでしょうね。東大に入るための準備は楽しくなさそうだから無理かなやっぱり。だってその準備してる時間が楽しければできるんだよ。それが多分才能なんだろうなと思う。だからそれが苦行に感じるようではやっぱ無理なんだろうね、きっと。やっぱ無理なんじゃんっていうね。その自主アニメを作ってる時間が苦行に感じる人は多分無理なんですよ。そのコンテ、じゃあコンテ書いてみなよって言ってコンテを書いてる時間がやっぱ苦行に感じる人はやっぱ無理なんですよ。だってじゃあ仕事になった後もずっと苦行を続けるんですかあなたみたいな感じでしょ。無理でしょ、どう考えてもそれ。だからその準備段階で苦行だっていう人はですね無理なんですよ。それが楽しくてしょうがない人は多分確率があるんですよ、ね。だともう楽しいんだもん。楽しいからいっぱい書く、いっぱい書くからうまくなる。だから向いてないことはやっぱやんないことなんです。結局一番大事なことは向いてることを自分で適性を見つけた上で、あとはひたすらやりまくるっていう、もう走りまくるってことしかないんですよ。だからこれがそのチューニングをするってことですよね。見たことないものとかやったことないものに対して幻想を抱いてるけれど、実際問題その場に行ってみたりその人たちに会ってみると大したことないんですよ、大概のものは。ただその大したことないものをですね勝手にすごいと思ってたりとか、なんかアニメーターってなんかすごいんじゃないかとか、どうせ私なんか無理なんじゃないか、いややってみたり行ってみないと分かんないですよそれ。だから今日の話まとめですけれど、やっぱりまさにそれを作ってみせるしかないんですよ。そういう超具体的なゴールを設定して、それになるにはどうしたらいいんだろうっていうのをひたすらやる。いや全然できなくていい。でもその志だけでもかなりすごいから。最初話した田中正明君っていうのと国見した時のアニメはめちゃめちゃうまくはなかったから、ただ今めちゃくちゃうまくなってるんですよ。ありえないぐらい多分みんな見たらびっくりするぐらいうまいと思います。だからやっぱり超劣化版でもいいから完成品っぽいものを作るっていうのが結局一番なんじゃないかなと思いますけどね。